はい、皆さんこんにちは。中国ビジネス社長の中島海一です。さあ、今日はですね、アリババの越境 EC 輸入編天猫国際について動画を撮っていきたいと思います。前回の動画では輸出編ということでアリエクスプレスについても触れているので、もしまだね見てない方っていうのはその輸出編も見てみてください。今日はね輸入編ということでやっていきたいと思います。2019年は米中貿易戦争の余波もあって輸入ビジネスにはね追い風が吹いたんですけども、この2020年は新型肺炎の世界的な影響で4から 5% ほど前年割れがね必至とねされているんですよね。インバウンドが壊滅して越境 EC も振るわないとなれば、これから日本企業はどうすればいいのかっていうところをこのトッププラットフォームである天猫国際のね動きを見ながら少し探っていきたいと思います。越境 EC 輸入プラットフォームである天猫国際はトップであるとはいえ輸出のアリエクスプレスと比べて輸入となってくるとライバルはねめちゃくちゃいます。そこで週刊フーリエンワンというねメディアがね2020年4月に越境 EC 輸入のプラットフォームランキングをね出していましたので、そのトップ10のね顔ぶれを見ていきましょう。おそらくね日本のビジネスマンにも有益な情報かと思います。さあまず1位から5位ですけども、まず天猫国際でスーニン、ジンドン、ウェイピン、シャンホンシュという顔ぶれになっています。はい、では6位から10位までですけども、10名、カオラ、ヤンマート、アマゾン、イーハウデンの順番になっていますね。ではね、天猫国際のね歴史をね少し探ってみましょう。天猫国際は2013年7月から海外サプライヤーの募集を始めています。香港のね化粧品会社や台湾のテレビショッピングの会社、日本では健康通販である健康コムさんなど140店舗に出店を募って2014年の2月に今の形の天猫国際のアプリとしてねスタートをしています。でその後2015年6月に韓国館をオープンさせて、その後アメリカ、イギリス、フランス、スイスなど11の外国館というのをねオープンさせています。これは今はないです。2018年2月には物流子会社であるツァイニャオとブロックチェーンの技術を応用したトレーサビリティ追跡機能でね偽物対策っていうのもね講じています。で続く2018年11月には上海で第1回中国国際輸入博ですね、これだいぶ話題になりましたけども、これが行われて輸入ってものが国策となりさらに追い風と、ね、なっています。2019年3月には全中商家大会、これ訳すとグローバルサプライヤーイベントみたいな感じですかねを開催して新戦略をね発表しています。北米、欧州、東南アジア、オセアニアと6カ所に設置した買い付けセンターを中心に重点ブランドや関連商品の輸入をね強化していくとのことなんですね。これまでに77の国から4000品種2万のねブランドを導入してきたんですけども、2024年までには120の国から8000品種にまで広げると言っております。2019年9月にはライバルであるカオラを20億ドルでね完全買収しています。その結果2019年の第3四半期ではこの天猫国際とカオラを合わすと 52.1% のシェアとなりダントツの存在と、ね、なったんですね。食品カテゴリーは化粧品、スキンケア、食品、ファッション、生活、デジタル関係となっていますね。中国人消費者の海外ブランド志向が強い商品群がね並んでいます。化粧品やスキンケアのサブカテゴリーは詳細を極めていて巨大産業というのがね一目瞭然になっています。2020年6月中旬においては92カ国5100品種 2.5 万ブランドと2024年までの5カ年計画は順調にね進んでいるようにね見えます。天猫国際は海外のサプライヤーに対して120時間以内の出荷、14日以内の到着、物流工程の見える化などを要求をしています。その他各業界別に細かい規則を定めていて、その通達はね193以上にね上るそうです。これには2019年1月1日に施行された伝承法のね影響がね大きく絡んでいます。この伝承法は事実上ソーシャルバイヤーと言われている代理購入業者のね手足をね縛るものなんですよね。逆に天猫国際のような正規の輸入業者には有利に働いています。そのためファンチューワンなどの関西メディアは
当社はこの伝承法を遵守するというふうにアリババにね、何度もね言わしています。コロナ禍の2020年3月において新たに天然国際に出店した海外ブランドは 327% 増であり、商品数はね20万に及んでいます。インバウンドが期待できず中国ネット通販にね参入しようとする企業はやはりこの天然国際のようなね強いプラットフォームがね選ばれています。中国の越境 EC は減少の予想なんですけども、トップ企業においてはそのあたりは関係ないように見受けられますね。アリババ全体の2020年1から3月期の決算は売上1兆4400億円と前年同期比 51% で、コロナなどどこ吹く風という感じになっていますね。日本企業はアフターコロナの新時代に向けて中国向けのね新製品開発を急ぎたいですよね。この天然国際をはじめ売り先っていうのは困らないはずだと思います。はい、このチャンネルではこういった中国のビジネス情報を発信しています。よければ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では中国ビジネス社長の中島海一でした。ではまた。